こんにちは、モネです。今日の動画は私の持っているマステをお披露目していく動画です。というのも先週の動画が解説の多いなかなかヘビーな動画だったので、今週はさらっと見て楽しめる動画がいいななんて思いまして、先日コメントでマスキングテープ全部見たいっていうリクエストをいただき、なんかそれちょっと楽しそうって思って早速撮ってみました。リクエストをくださり本当にありがとうございました。と言っても全部ガチで一つずつ紹介したらとんでもなく長い動画になってしまう気がしたので、全体はさらっとお披露目しながらよく手に取って使っちゃう使い勝手のいいお気に入りマステを後半にまとめて紹介します。どんな風に使っているかも添えてお届けするので、ぜひ最後まで見てみてください。出てくるマステを見ながらどれがお気に入りかななんて想像しながら最後のベスト5も当ててみてください。皆さんのよく使うマステについてもよかったらコメントで教えてください。そして動画を見てて気になったポイントや質問はぜひコメントで聞いてみてください。動画の感想もいつも嬉しいです。それでは今日も楽しい手帳時間いってみましょう。まずは持っているマステの全体を思った以上に持ってました。数えてみたら全部で86個。マステってね、集めちゃいがちですが、皆さんどのくらい持ってますか？1年前にマステの断捨離をしてからちゃんと手帳で使えるのかちゃんと考えてから買うようにはなりました。断捨離したマステたちは甥っ子や姪っ子で友達の子供にあげたら喜んでくれて、しかも最後までね使ってくれている姿を見たら、私が持っているよりずっと有意義に使ってくれたんじゃないかななんて思います。やっぱ文房具は使ってなんぼですよね。それからは自分の手帳での使い方が想像できないものをむやみに買うのはやめたんですが、それでも86個。断捨離をねきっかけにちゃんと厳選して買うようにはなったんですが、まだまだですね。お気に入りのものは全く同じものを買ったりしているので、自分がよく使うマステは自分で分かってきたのかななんて。86個もあったので自分なりにカテゴリー分けしてみました。ちなみにカテゴリーは無地マステとイラストマステで、ラインマステと総柄マステ、この5つでした。まずは一番量のあった無地マステから。全部で28個ありましたね。実は私が初めて買ったマステは MT の無地マステ10色セットでした。このマステはヘビロテしてて、なくなった色は単色買いしてます。バレットジャーナルで自分の使った時間を残している1日行動記録表っていうものを作ってるんですが、これで特に大活躍してくれています。同じ MT の5色セットは逆にあまり使ってなくて、色が蛍光色なので私にはちょっと使いどころが難しかったです。今度ね、宇宙っぽいようなサイケデリックなページを作ってみようかななんて思っています。このチャンネル楽しい手帳時間でもおなじみになってきた黒マステはもう何回買ってるかわからないレベルでヘビロテしています。そして黒と相性がいいゴールドの単色マステはタイトルに使うことが多いです。ちょっと小ぶりなこちらのセットはアリエクスプレスさんで購入しました。くすんだ色合いや透け感が好みで、価格もすごく安かったので好きなんですけど、1ロールの容量かながちょっと少ないので、使い切ったら容量の多い和紙感のあるマステがないか探そうと思ってます。見つからなかったらまたアリエクスプレスさんで買おうかなって思ってます。アリエクスプレスさんの購入品紹介はこちらの動画で見れるので、よかったら見てみてください。動画のコメント欄も購入経験者の方たちの意見がたくさんあってとても参考になりました。お次はイラストマステ。イラストマステの中でも私は2種類のカテゴリーに分けています。吹き出しに使えるイラストマステとポイントイラストマステで、吹き出しに使えるイラストマステは顔が独立しているものや動物が描かれているものが多いです。断捨離をしてから自分が一番使うなって思ったのがこの吹き出しに使えるイラストマステでした。イラストマステは期間限定で作家さんとコラボしているものも多いので、出会った時に好きな絵柄だったら迷わず買うようにしています。イラストマステは
この顔を一つ切って、そのイラストから吹き出しを出すようにして補足をイラストに喋らせてあげるっていう形でよく使っています。あとはカレンダーページの日付がないところの空きスペースだったりとか、タイトルに使ってあげたりもしています。シンプルだけどメリハリが出るので私は大好きで使っています。そしてポイントイラストマステは吹き出しでは使ってないけどフレークシールのような立ち位置になっていて、文字だけになりやすいページのアクセントになってくれています。イラストレーターのお仕事してるくせに手帳には自分のイラストは全然描いてないんですよね。描かなくてもこの可愛いイラストマステたちが手帳を彩ってくれるので、もう私が描く好きなんてありませんっていう感じで使わせていただいてます。イラストが描けない人でもページを華やかにしてくれるのでイラストマステはおすすめです。お次はラインマステ。文章と文章の区切りやフレームにしたり、用紙全体のフレームにもなってくれる便利なマステです。ラインマステの中でも私がよく使っているのは MT のスリム。3mm 幅のめっちゃ細いマステなんですけど、カレンダーページで整理期間に貼っています。この細さがカレンダーページのスペースを圧迫しないので重宝してます。ラインマステは自分で細さを変えてあげると全然違った雰囲気を味わえるので、気が向いたら試してみてください。そして最後は総柄マステ。マステいっぱいに柄が散りばめられているものです。パッと見てね、可愛いで思わず買ってしまうのはこの総柄タイプが多かったように思います。本当にね、可愛いマステが多いんですが、なかなか手帳では上手に使ってあげられず、ごめんねっていう気持ちにいつもなってます。総柄マステでも白地のもので紙とマステの境界線が出ないものだとよく使うんですけど、結構境界線がバッチリ出ちゃうものはどうも苦手でちょっと避けてしまってます。なので手紙の封をするときや送る資料にペタッとメモを貼るときに使ったりしてます。もしね、総柄マステのいい使い方があったら教えてください。私の持っているマステ全部を一通りお披露目しました。MT のものが多いので皆さんが持っているものも多かったんじゃないでしょうか。ここからはそんなお披露目したものの中から私のお気に入りベスト5を紹介します。第5位は MT さんから発売されているスリムの 3mm で、種類はパステルが結構一番好きで3本入ってて250円になってます。このマステはね、3mm っていう細さがカレンダーページで大活躍してます。ラインマステのお披露目のところでもちょこっとお話ししたんですが、私はこのスリムを整理期間に使っています。この細さを自分で切ってってすると結構まっすぐに切れなかったりとかぐしゃってなりがちなので、この細さは本当にありがたいです。第4位は何かと重宝するシンプルなマステで、これも MT さんからで 1P でいいのかな 1P の方眼銀です。これは150円ですね。シンプル好きさんなら一つ持っていたら何かと役立つ代物です。控えめなんですけど、銀色がどんなマステとも相性が良くて、ちょっと物足りないなっていう時に重ねて使ってあげると本当にいいアシストをしてくれます。で、第3位はもう廃盤になってるんですけど、これまた MT さんですね。MT さんの江戸エンバリフェイス、一つ215円です。このマステは黒と相性が良くて、ポップなページだったり可愛く仕上げたいななんて時に必ず手に取っちゃうマステですね。MT さんの作家さんコラボは吹き出しに使えるイラストマステがちょいちょい発売されるので定期的にチェックしています。それに知らない海外作家さんを知れるのもまた一つの楽しみになっています。そして第2位はこれまたイラストマステなんですけど、ラウンドトップさんで購入しました。ちょっと商品名と価格などを全く覚えてないんですよ。ごめんなさい。なのでラウンドトップさんのネットショップで一通り調べてみたんですが、もう取り扱いがないみたいで、このマステは数年前仕事で東急ハンズに買い出しに行った時にたまたま見つけて、お仕事中だったんですが
思わずね、自分のお財布を開いて個人的買い物をしてしまった思い出の品です。別日にまた東急ハンズさんに行ったらもうなくなってたので、あの時買って本当に良かったって心から思いました。このマステはイラストマステの中でも圧倒的におしゃイラスト。大人シンプルに仕上げたい私にとってとってもありがたいタッチのイラストです。そして第1位は MT さんの黒マステでした。このチャンネルではかなりおなじみになってるかと思います。ね、つまらない結果になっちゃったかもですが、本当にそんぐらいおすすめできるのが私にとっては黒マステです。100均の黒マステも使ったことあるんですが、このちょっとねマットな感じだったりとか、一巻きのテープの量の多さだったりとか、上からの書き心地などもろもろ総合してMT の黒マステを最終的に使っています。見出しに使うとほんと目立ってくれて大好きです。今日の動画は私の持っているマステを全部お披露目してみました。皆さんも使ってるマステはありましたか？よかったらお気に入りを教えてください。自分が最後まで使い切れるよう今年も去年に引き続き厳選して買っていこうと思います。今日も最後までお付き合いありがとうございました。今日の動画が参考になったよっていう方や、楽しかったよ、応援してるよなんていう方は、ぜひグッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。いまいちだった場合も正直にバッドボタンを押しちゃってください。もっと楽しんでもらえる動画を作ろうって思わせてくれる私にとって大切なボタンです。それではまた金曜日にお会いしましょう。モネでした。